みなさん、こんにちは。今日は、空手についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。空手は、沖縄を発祥とする日本の武道です。柔道や合気道と違って、拳で突いたり、足で蹴ったりという打撃による攻撃が主です。現在、空手は様々な流派に分かれています。伝統的な流派では、試合では相手に直接当てない、寸止めのルールが採用され、また一人で決まった技を順番に演じる、形が重視されています。代表的な流派として、松濤館、和道流、指導流、剛柔流、四大流派と呼ばれています。一方、試合で相手に実際に攻撃を当てる流派もあり、フルコンタクト空手と呼ばれます。防具やグローブをつけるかどうか、顔への攻撃があるかどうかなどは、流派によって違います。フルコンタクト空手の選手の中には、空手の枠を超えて、打撃系総合格闘技の試合に出場する人もいます。世界に広まっている極真空手は、このフルコンタクト空手の流派です。日本で空手を習いたい場合は、インターネットで検索すると、地元の道場がすぐに見つかると思います。ただし、上に書いたように伝統系の流派とフルコンタクト系の流派では大きく違いますので、よく確認してから行きましょう。空手は沖縄を発祥とする日本の武道です。柔道や合気道と違って、拳で突いたり、足で蹴ったりという打撃による攻撃が主です。現在、空手は様々な流派に分かれています。伝統的な流派では、試合では相手に直接当てない、寸止めのルールが採用され、また一人で決まった技を順番に演じる、形が重視されています。代表的な流派として、松濤館、和道流、指導流、剛柔流、四大流派と呼ばれています。一方、試合で相手に実際に攻撃を当てる流派もあり、フルコンタクト空手と呼ばれます。防具やグローブをつけるかどうか、顔への攻撃があるかどうかなどは、流派によって違います。フルコンタクト空手の選手の中には、空手の枠を超えて、打撃系総合格闘技の試合に出場する人もいます。世界に広まっている極真空手は、このフルコンタクト空手の流派です。日本で空手を習いたい場合は、インターネットで検索すると、地元の道場がすぐに見つかると思います。ただし、上に書いたように伝統系の流派とフルコンタクト系の流派では大きく違いますので、よく確認してから行きましょう。